浮世のことをしばし忘れられる。こっちはなんかカッターで作業とかに使ってて、このテーブルがこういうふうにパタッと開いて、こっちも開くから結構広く取れるので、そこにこうダーッと並べる。でこのテーブルがここに来て、こう L 字になって、そこで作業してる。でこっちが北側の窓なので、一日通してこう明かりが安定してるので、南とかだと日差しが強すぎちゃって影が出てきちゃうんだけど、作業の時間も北の方がこう長く、できます。さっきリスがそこの屋根に上がってた。物書きするのによくて、アイデアスケッチとかアイデアの言葉を書くとか、そんなことをしてます。イメージのなんていうのかな、こうコンセプトとか考えたりとかするときに、ちょっとこうキーワード的なものをやったりとか、カッターが何種類もあって、10枚くらい布重ねて切るとかもできたり、あとこうピンキングになってるカッターとか、ここがギザギザになってて、カットの断面がこうギザギザにカットできる。こっちにもミシンがあって、スイスのメーカーのミシンで、でももうこのモデルは古くて多分今売ってないタイプなんですけど、使いやすいので、修理して使っています。下糸の替えがあります。スティックのりの使った後のケースなんですけど、これに折れた針とか古くなった針を入れて、これで捨てるようにしてます。結構針も頻繁に取り替えて、常にベストコンディションでミシンが使えるようにしています。もともとは専業主婦です。5歳くらいから洋服のデザイナーになりたかったので、学校行かないで洋裁ばっかりやってたんですね。だからミシンはもうすぐ手に入れて、で、最初家の中のインテリアのものカーテンとかそういうの全部作ってたんですけど、クロワッサンっていうマガジンハウスから出ている雑誌に壁掛けコンクールを見て、なんか面白そうだなと思って、知ってたのは大学生の時なんだけど、卒業後結構すぐ結婚しちゃったんですけど、ちょっと田舎に住んで割と時間的な余裕があって、何かやりたいなって思った時に、ふとそれがそういえばまだ続いてたなっていう。最初に出したのがタコのキルトを作って出して、でそれが佳作かなんかで5万円くれたんですよ。すごいね、と思って、それで3回目くらいで一番いいタイトルいただいたんですね。で100万円いただいて、テーマは旅。そうなんだ、旅する、時間の旅に場所から場所への移動じゃなくて、結構なんかドキュメンタリーとか好きで、そういうの見たりしてて、その頃から東京のデパートとかで海外のアートなキルトを見るきっかけが、それ見た時にこれだって思って、じゃあ私のものもキルトって呼んでいいんだとかって思ってでそれだったらでもちょっとキルトって何ぞやっていうのも知らないといけないから、トラディショナルキルトも勉強した方がいいのかなと思って、で一応それ一通り普通のトラディショナルをやったんですけど、だけどやっぱり自分がやりたいのは自由に自分で絵を描いたりするような感覚で、やるのがいいなと思って、ファンタジアっていうタイトルなんですけど、幻想的なとかそういう意味なんだけど、なんか脳内麻薬を出したいなと思ってて芸能人の人とかが覚醒剤とかやってたりとか
する、芸能人じゃなくてもするのかもしれないけど、よく事件になってニュースとかに出てるけれども、なんか、そんなことしなくてもなんかハッピーになれるのになって、頭の中にいっぱいこう色を出していくっていうか、私子供の時から夢がカラーだったんですね。本当に夢でなんか極彩色のこうなんか色がこう出てくる万華鏡みたいな夢とかを見たりしてて、なんかそういうこう綺麗なものを現実化できないかなって思って、ミラーワークみたいになってて、左右対称に自分で草花とかを写真撮って、でそれをデジタルプリントって布にデジタルでプリントして、このロシアの教会とかもこれ自体が本当になんかキッチュで幻想的な感じなので、ちょうどいいなと思って、教会のやつの真ん中にハリネズミみたいななんかおかしなキャラがいるんですけどあれケーキなんですよ。ケーキの写真食べたことはないんですけど、なんかロシアのお菓子屋さんに置いてあったケーキでめっちゃ可愛かった自分が一番好きな作業はやっぱり配色の作業かな。布を選んでこうセッティングしていく作業かな。フィーリングとテーマがあってイメージがあって、でその辺を結構しつこく夢にまで見るくらい明確にないと、なんとなくやってるとやっぱりなんとなくなんか配色になっちゃって、なんかメディテーションみたいなイメージを作りたいなと思ってて、今こう瞑想するみたいな薄いこうトーンなんだけど、三角でこう鋭角になることでこうちょっと色がこう混ざりやすくなるので、生地の柄だけしか違わないみたいなような、そういう微妙なトーンのところでいきたいなと思って、ある程度決まったところでちょっと縫ってユニットにして、それでまた考えようかなとは思ってる。色と香りかな。なんかこう視覚と嗅覚で結構ダイレクトにこう体の状態が分かったりとか、不安な時はなんか不安な色になったりとか、体調悪いとかね、そういうのも出ますし、色のこう持っていき方でなんかそれも体調も良くなったりとか、ミックスすることによってなんか結構複雑なことが色の調合っていうか複雑なことができるので、キルトに混ぜ込むっていうか、あとなんか単純作業なんですけどね、なんかこの単純作業がいいみたいで、それこそ縫ってる間にメディテーションになる。世の中の浮世のことをしばし忘れられる。例えば家族の心配事とか、あとは今の時代だとコロナがどうなるかしらとか、なんていうのかな、こう自分の力じゃどうにもならないような心配とか、あと雑念とか、なんかだから生徒さんとかはやっぱりコロナとか皆さん心配してたりとかするけれども、集中できることがあると雑念がなくなるし、なんか励みになるって。なんか季節とか気候とか空の色とかもこう作品に私の場合はすぐ反射しちゃうので、今日はちょっと曇りで全体に白っぽい感じなんで、なんかそれでこういう感じになってるのかもしれないですね。なんかこうその日の心象風景が出る。いやでも気持ちがいいです。ここが飛んでる
にこっちに行くのが材木座に行く時はこっからビャーっと行くんです。でも今日外が暗いからこう電気がついてるからまだいいんですけど、逆に外が明るいとこの電気がついてないんで結構雰囲気なかなか納涼な感じで、こっちがこう山なんで、なんかここが結構気持ちがいい。明るいからこう葉っぱのこう透ける感じとかすごくイメージが湧きますよ。こう木漏れ日の感じとか。ゆるっとしてるのがいいのかもしれない。だからすごくね、自分の作品自体にはねすごい隙があるんですよ。そんなにね精度上げることになんか意外と自分の中で大事に思ってないところがあって、隙がないと人が入ってこれないから、その人がこう入ってくるっていうか、なんていうのかな、その作品の中に人のこう感情とかそういうのが入ってくる隙を作りたいなと。理想はなんか鏡のような作品っていう自分の主張を作品で出すんじゃなくて、見た人がそこに感情移入とか、そんな大げさなことではないんだけど、見てこうゆるっとするような、のが、なんか心地いいかなっていう。絵と違うのはやっぱり素材が柔らかいので、こう包まれるような感じとか、人の気持ちに寄り添うっていうか、そういう居心地よくしたいっていう、やっぱりコンテストで勝つにはちょっとこう主張しないと勝てなかったりするので、なんかでもそれって自分の本来の姿じゃないかもなと思って、やっぱキルト作りながらなんか自分探ししてたのかもしれないですね。心地よさとちょっとスパイスとユーモアが結構大事人生の中で。